ねえ、プロデューサーさん。私たち、どうして焼肉屋さんに連れてこられたの？ほんと、大変だったよね。2度もプールに落ちちゃったし。すみません。私が足を滑らせたりしなければ。もう、絶対、今回のようなお仕事は遠慮したいんですけど。そういうことだったんですか。ありがとうございます。じゃあ、お言葉に甘えて、注文しちゃおっかな。私は、エビね。あと、野菜の盛り合わせも。じゃあ森久保は、手羽先を。ないんですか？それじゃあ、鶏ももでいいです。塩で。あ、冷麺。美味しそう。頼んでもいいですか？ホタルちゃん、こっち焼けたみたいだよ。はい。ありがとうございます。すみません。私が焼こうとすると、なぜかすぐ焦げるか燃えてしまって。噛み切れない。頑張って、ののさん。顎が疲れる前に、お水で流し込んだ方がいいよ、ののちゃん。無理。そうなんですか？もう、絶対何か来るって思ってたんだ。このテーブルの下、狭い。ののちゃん、ここ事務所じゃなくてお店だよ。とりあえず出て。でも、お話ってお仕事の説明なんですよね、プロデューサーさん。だったら、私は嬉しいです。やらせてもらえるなら、エキストラでも、ひな壇でも、地方ロケでも。そんなこと言ってると、無人島とかに送られそうなんですけど。の流し、ダメ。絶対。私たち3人の曲？本当ですか？プロデューサーさん。すごいです。ホタルちゃん、お箸、割り箸に火がついちゃってる。すぐ消えてよかったです。プロデューサーさん、ありがとうございます。濡れたおしぼりをかけてくれて。危うくお店が火事になってしまうところでした。
そこまで大げさでは。俺、何の話してたんだっけ？そうだった。この3人で歌わせてもらえるんだよね、プロデューサーさん。ののさん、私たちとじゃ嫌ですか？そんなことはないんですけど、森久保は基本的にやらない久保ですから。もうそんなこと言わないでよ。ののちゃんのこと頼りにしてるんだから。そうですね。よろしくお願いします、ののさん。期待しないでほしいんですけど。でも、そうですね。3人で歌うのだったら、少しは経験ありますし、あまりお邪魔にならないくらいなら、できるかと。私も精一杯頑張ってみます。よーし、私たちワンステップス3人での大きなお仕事、絶対成功させようね。すみません、お待たせしました。ビーズのセット持ってきましたよ。ホタルちゃん、足元気をつけ。ののちゃん、ホタルちゃん、大丈夫？私は平気ですけど。ののさん、ごめんなさい。星が飛んでるんですけど。派手な音がしたけど、どうした？シーさんにミユさんってうわー、床一面がビーズでカラフルに。ホタルちゃんとののちゃんぶつかっちゃったんですね。見せてみて。2人とも怪我とかはないみたいですね。よかった。ほんとよかった。ののさん、ぶつかってごめんなさい。ビーズも引っ掛けてしまって。いえ、そんなに痛くはなかったですし、森久保の体がクッションになれたようなので、よかったです。すみません。やっぱり私、お手伝いなんかしなかった方が。それを言うなら、最初にやろうって言い出したのは私の方だし、悪いのはホタルちゃんじゃなくて私だよ。ほい、散らばったビーズ大体集めたぞ。ありがとうございます、シンさん。シンさんたちにもご迷惑をかけてしまって。んなのいいって3人でアクセ作ってたの？3人で今度ユニットとして歌わせてもらえることになって MV も撮るんだけど、そのセットがすっごく可愛い洋館でね。せっかく自分たちの MV なんだから
自分たちで可愛い飾り付けをさせてって、プロデューサーさんにお願いしたんだ。まあ、それは素敵ですね。みんなでビーズの飾りや木工細工を作っていたんですね。ああ、自分たちのためのステージ用の衣装とかか。手作りするのって、すっごいワクワクするよな。ちまちました作業、落ち着きます。ステージに立ったりするより、よっぽど森久保向きで。ののさんの木工細工も、ひろみちゃんのアクセサリー作りも、すごく上手です。私は不器用で、さっきみたいに失敗してしまいますし。私、手作業をしてるとつい、暗いことを考えてしまいがちなんですよね。せっかく二人がいてくれるのに。でも、蛍ちゃん、ののちゃんもひろみちゃんも、以前よりもとても明るくなったと思いますよ。そうでしょうか。でも確かに、新規臭い。最近は、そんなことなくなったような。蛍ちゃん明るくなったよ。私も、いつの間にかだけど、カメラを避ける癖、治ってきた気がするし。森久保は、特に変化なんか、ないと思うんですけど。今でも、お仕事の時などは、帰りたい気持ちで溢れていますし。でも、ステージに立っちゃえば、バッチリ歌っちゃうんだろ？そんなののちゃんはもう、立派なアイドルだぞ。きっと今までのお仕事やレッスンが、ちょっとずつでも、私たちを成長させてくれてるんだよね。それに、この事務所の優しい皆さんと、出会えたおかげです。なんだかいい話にまとまりつつあるんですけど。ののちゃんが作ってる、その木彫りの鳥さん、とっても可愛いですよ。いえ。そんなことは。ありがとうございます。それを見ていると、お友達と一緒に何かを作るのが楽しいっていうののちゃんの気持ち、伝わります。その気持ちを大切にしてくださいね。はい。ののちゃん、後で私に木工細工の作り方を教えてね。じゃあ森久保はビーズアクセサリーの作り方を教えていただけると。もちろん。教え合うのも楽しそう。なら私は、二人のお手伝いができればと。不器用でも、一生懸命やりますから。ちょっと危なっかしいとこもあるけど、見てると、なんかほっこりする3人だな。年の近いお友達って、いいですね。じゃあ、みゆちゃん、年の近いダチのハートと一緒に裁縫でもすっか。はい。たまにはお酒の席じゃなく、そうした時間も楽しそうですね。
なんとか歌い終わり。どうだったかな、プロデューサーさん。機材は壊れたりしませんでしたか？ちゃんと録音してもらえましたか？とりあえずなんとかなったんでしょうか。可愛らしいって褒められちゃった。みんなでいっぱいレッスンした甲斐あったね。はい、レッスンも楽しかったですし、アイドルらしい可愛い歌が歌えて、それもユニットでなんて、私とても幸せです。そうだね。MV 収録にライブにお渡し会に他にもたくさん、これから楽しいこといっぱい待ってるんだからそうでしたね。みんなでたくさんお仕事できると思うとワクワクして胸がドキドキしちゃいます。ひろみさんもほたるちゃんもアイドル力すごいです。キラキラ眩しい。もうののちゃんたら、私たちにできるんだからののちゃんだってできるはずだよ。今までちゃんとやってこれたんだし。森久保はやっぱり森久保だと思うんですけど、でも森久保と同じく控えめな二人が頑張ってるのを見ると、なんだか森久保ももう少しやれるんじゃないかという気持ちが。いえ、すみません。これはただの森久保の思い上がりかも。そんなことないですよ。私もののさんと同じ気持ちです。きっと二人とプロデューサーさんがいてくれるから、ここまで大きな不幸もなく準備やレッスンができてるなって。ビーズはひっくり返しちゃいましたけどあの時はびっくりしちゃったね。でもほたるちゃんの言う通り準備はしっかりできてるし、今度の MV 撮影もきっと今日みたいにバッチリいけるはずだよ。それはわからないですけど。それじゃ自信を持って撮影ができるように帰ったら特訓しよっか。はい、特訓もっともっとやりましょう、みんなで。おはようございます。おはようございます。
はいそれは本当にとても気をつけなくっちゃ。心配しないでプロデューサーさん。昔の私と違ってもうカメラを向けられてもとっさに避けたりはしないはずだし。森久保も無理ではありますが、無理なことはいつものことなのでいいです。いいんですかプロデューサーさん。はい、それじゃあセッティング始めよう二人とも。ひろみさん、森久保の掘った鳥さん、こんな目立つところに置いていただいていいんでしょうか。いいに決まってるよ。ののちゃんとってもセンスいいもん。そうでしょうか。そんな風に言ってもらったこと初めて。プロデューサーさん。これってもしかして、やっぱり私の。プロデューサーさん、すみません。ありがとうございます。もしかして、あらかじめトラブルがあった時の備えを。さすがプロデューサーさん。勘も準備もいいんだから。本当に、森久保を探すときも、勘が良いので、困るような、困らないような。よーし。あっちはプロデューサーさんに任せて、私たちは飾り付けの続きを頑張ろう。二人とも。とりあえず、これで一通り、完成、でしょうか。よかった。無事に最後までできて。お疲れ様。ののちゃん、ほたるちゃん。お庭も部屋の中も、私たちらしく、可愛くできたよね。よかった。ひろみさん。そういえば、どうしてセットの飾り付けをしたいって思ったんですか？言われてみれば、確かに。私は、ひろみちゃんとののさんと一緒に、いろんなことができるのが嬉しくて、
深く考えずに賛成しちゃいましたけど。もしかして、森久保が前に、ひろみさんのビーズ細工とコラボをしたいって言ったのを、覚えていてくれたから？うん、もちろん覚えてたよ。でもね、それだけじゃないの。この間、プロデューサーさんに3人で新しいお仕事をさせてもらえるって聞いたときに、どうせなら、一人じゃできないこと、したいって思ったんだ。一人じゃできないこと？やり方は他にもあったかもしれないけど、これまでのお仕事を通じて自分たちが成長してるってことが、ちゃんと目に見える形にできたら嬉しいなって。確かに、ちょっとずつではありますけど、私たち成長できているはずですよね。そうですね。アイドルになってしまってから、本当に色々ありましたし。こういう飾り付けも、私一人ではできないことです。皆さんと一緒にできて、とっても嬉しい。あとは、明日の MV 撮影だね。ねえ、二人とも、ちょっと振り付けの確認してみない？今からですか？明日の本番は1回で成功させて、プロデューサーさんをびっくりさせちゃおう。どうかな？森久保は、いいですよ。遅かれ早かれという気もしますから。それじゃあ、やってみましょうか。夢のステップ、ここから始めよう。あ、カメラがこっち撮ってる。逃げないで。ちゃんと笑顔でやらなきゃ。進むんだ。進むんだ。進むんだ。ごめんね、二人とも。怪我はない？はい。ちょっと、何かのコードに引っかかっちゃいましたけど。飾り付けも無事みたいですね。
込んじゃってますね。空気がどんよりと。まあ、無理もないよな。セットもスケジュールも組み直しになって、プロデューサーは謝罪&調整で走り回ってるみたいだし。お仕事を失敗してしまった時の辛さ、よくわかります。どうにか励ましてあげたいですね。よーし。ここは人生経験豊富なハートお姉さんが自分の失敗トークでみんなに笑いを。だからハートって呼べって。ありゃ？プロデューサーさん？